ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、キウィアーズの新作、キウィアーズメロディ、毎度、低価格ながら他のブランドとは異なる性格のイヤホンを発売し続けている、面白いブランドのキウィアーズ。今回は、すでに大量にライバルが発売されている、大型平面駆動ドライバ採用のイヤホン界隈に乗り込んできた。キウィアーズは、日本では、5000円程度の低価格なベリリウムメッキ1ダイナミックドライバ機、家電座で知名度を伸ばし、その後も、全く異なるが、どれも個性的なラインナップを精力的に発売。登場から長い時間を置かずに、人気ブランドとして君臨している。個人的には、キレのクインテットと低音のクオーテットが好みだな。個性的で魅力的な、キウィアーズなんだけど、今回登場させたメロディは、さっきも言った通りライバルが多い。平面駆動イヤホンは、1年以上前から大変大きな競争を生み出しているジャンルで、各社がこぞって、13mm クラスの台形平面磁気駆動イヤホンを発売しているからだ。13mm？ 実はメロディは 12mm。意外にも、こんなところでもちょっと違う機種を作り出している。12mm の平面駆動モデルは、他にケンハイファイ P2 と TRN スザクが登場しているが、スザクは極端に安価なモデル、P2 に至っては、初の 12mm 平面駆動ドライバ採用モデルなだけあって、価格はかなり積極的なものだ。それらの中間の価格で発売されたのがメロディ、というわけ。平面駆動ドライバに限らず、イヤホンにおいて、振動板の 1mm の差はかなり大きい。例えば、8mm ダイナミックドライバと 10mm ダイナミックドライバ、そして 12mm ダイナミックドライバとされるイヤホンは、それぞれ全く中音域の表現力や、低音域、超低音域のどちらを重視しているか、など、大きく異なるイヤホンになるんだ。そんな中で、メロディは、採用例の少ない 12mm 平面駆動イヤホン。これだけでも、最近の平面駆動ラッシュで発売された、似たようなイヤホンとはちょっと異なるイヤホンであることを期待できる。そう考えた人は正解だ。キウィアーズメロディは、他の類似の平面駆動イヤホンと比較すると、より中高音域に注力したモデルになっている。12mm 平面駆動らしい高音域側のキレを残す調整で、ドライバが小さくなる分、音が眠くなることもない。個人的には非常に好印象な調整だ。本体を見ていこう。樹脂成形の本体に、金属製のフェイスプレートが乗る感じ。クインテットのデザインに近いけど、現物のフェイスプレートは暗い色で成形されているので、実際に並べてみると、一目で違いがわかるはず。また、商品ページでは、左右にキウィアーズのロゴがプリントされているように見えるんだけど、実際には片方だけ、おそらくレーザーで削られている。なので、使い込んだ結果擦り切れる、なんてことはないので安心してくれ。ガンメタルな感じのなし地加工で、写真より落ち着いた印象だ。端子は2ピン。非埋め込みタイプで、幅広い2ピン端子に対応できる。本体は、12mm の平面駆動ドライバーを搭載しているだけあって、少しずんぐりむっくりしている。耳に浅く装着することを前提にした設計で、奥まで差し込めないので、普段と同様のサイズのイヤーピースか、あるいは一回り大きいものが必要になるだろう。浅い装着でも、全体のキレの良さは損なわれないので、そこは安心してくれ。遮音性はそれなり、中に何かがみちみちに詰まっているような重量感もないので、平均的な遮音性だ。音漏れは少なめ。駆動力も平均的なイヤホンをしっかり動かせるレベルがあれば、基本的には問題のない程度に動作してくれるので、あんまり強力なアンプを買う算段はしなくて大丈夫。パッケージ内容は最低限で、ドルスより一回り大きいくらいだな。クインテットやクオーテット、オーチェストラライトのようなパッケージより2回りほど小さい。内容物も最小限だ。付属ケーブルは 3.5mm しか選択できない。100ドル以下だし仕方がないか。標準ケーブルは十分取り回しなど、もろもろ良いものなんだけど、バランス接続にはリケーブルが必要な点は注意しよう。というわけで、外装に関してはこんな感じ。基本的には大型ドライバーを搭載した平面駆動だったら、だいたいこんな感じだよな、という設計になっている。というわけで、肝心要の音質について触れていくわけなんだけど、さっきも言った通り、キウィアーズメロディは、12mm のドライバーを使っている。現在、平面駆動市場に、12mm のドライバーを使っているものは少なく、より大きな 13mm クラスを使っているものが多い。12mm と 13mm 派、低音域側まで、しっかりと同じくらいの表現力を持つんだけど、ベースやサブベースがあっさりしていて、12mm の方が、ボーカルや高音域の美しさ、中高音域の分離感を感じたい場合には優秀なことが多いぞ。メロディの魅力というか、平面駆動機の魅力は、特に、歪みがなく、また、密閉型イヤホンで特によく聞こえる、中高音域の改造感なので、この中高音域のキレを特に前面に押し出したい人は、12mm の平面駆動ドライバーを使っているイヤホンがおすすめだ。
今回登場したメロディは、まさしく、この部分が前面に出たサウンドでありながら、より小さな平面駆動ドライバーを使っているモデルと比較すると、きちんと超低音域までの量感がはっきり出るという、わかりやすい音色でありながら、しっかりと、量感も保つ、というバランスのイヤホンだ。以前登場していた 12mm ドライバーの平面駆動器は、これより安いスザクは、中高音域の改造感よりも、ウォーム感を確保することに動いていて、メロディのようなキレを得ることができない、このキャラクターを持った、平面駆動のイヤホンというと、現ハイファイが以前発売した、3万円オーバーの機種である、P にまで頑張って出費しないと手に入らなかった状態だ。それが一気に他のモデルと同じ価格帯まで落ちてきたんだから、キウイヤーズメロディの意義は大きい。また、キウイヤーズファンとしては、解像度の高いサウンドを求めている人にはおすすめ、低音域を求めている人には、従来型の 13mm クラスの平面駆動ドライバーの方がおすすめだな。音色を分解してみよう。平面駆動の魅力的な部分は、高音域、中音域、そして低音域、どれも、歪みのない、非常に明瞭な改造感が魅力となる。高音域は金属音などがよく響く。樹脂ハウジングなので、それほど金属音は力強くならないかなと思ってたんだけど、刺激的なほどではないものの、しっかりと鋭い音色だ。強力な分離感が欲しい平面駆動を検討している人にはおすすめのキレの良さだぞ。中音域、ボーカルがはっきり聞こえる、ドライというほど、分離感は出ていないけど、全体的にハキハキとした発音だ。若干、細かなものにきちんとピントが当たっているような感覚もある。なので、ボーカルやトークに適しているけど、声量など、スケール感はより大きなドライバーのモデルがおすすめだ。ここは取捨選択で選んでいくものだと思うので、このメロディを、通常の 13mm クラスのドライバーのイヤホンと一緒に使ってももちろん良い。そして、低音域。ベースやサブベースは最小限ちゃんと出る、ダイナミックドライバーのちゃんと出ている低音域に近いんだけど、ただ、それほど勢いや量はない感じ。ここが 12mm の塩梅。また、ベースはしっかり出ているけど、13mm 以上のモデルに比べると、サブベースの量はそれほど広がってこない。なので、ちゃんと、量感はあるんだけど、サブベースは前に出てこないということは理解しよう。実は、ちょうど3件ほど平面駆動が連続して手元に届いたんだけど、やはりその中でも一番、低音域は控えめだった。そういうバランスとして最初から作られているので、平面だけがスコッとなくなるようなサウンドではないんだけど、超強力な低音が出ない、すなわち、ボーカルなどを主役にしやすいイヤホンということで、12mm の平面駆動はそれ特有の軽快さを持つんだよな。その特性がはっきり出ているのが、このメロディなので、このサイズのドライバーのイヤホンを持っていない人、もうちょっと、低音がしっかり抑制された状態で、明るくて軽い女性ボーカルが聴きたい人、しっかり明るくて、軽めの音でイヤホンを聴きたい人におすすめだ。明るい 1BA なんかが好きな人にもおすすめだな。13mm 以上の平面駆動器と聴き比べてみると、高音域はハキハキ、中音域はキラキラ、この特性は同じ。ただ、13mm 派、ソウルフルなボイス、よりウェットな表現が得意な機種が多く、12mm のメロディは、よりドライ、よりハキハキしたボーカルに向いている。重みや厚みの付与は、やっぱりよりでかいドライバーの方が得意なんだけど、カラッとドライなアナウンスや、ハキハキ歌う赤いボーカルなんかにはしっかりメロディの方がついてくるな。ここら辺は好みもあるので、メロディが好みっぽかったらぜひ触ってみよう。例えば、S12 と比較すると、男性ボーカル、エネルギッシュな女性ボーカルは S12 が得意、金属音は S12 の方が鋭いが、それ以外の中高音域の分離感はメロディが自然。ちなみに、S12 プロでは高音域のピークがなくなって、よりウェットな表現が可能になってるんだとか。そして、低音域は、何度も言っている通り、大型のダイナミックドライバーよりも、大型の平面駆動の方があっさりで、より小さな平面駆動であるメロディはよりあっさり。もっと小さな平面駆動を使っているタイプのイヤホンと比較すると、メロディよりもよりライトな雰囲気の低音域を持つ機種もあるはずだ。空間表現はきちんと広い、全体の分離感、解像感がしっかりとしているので、空間のどのような位置関係で音が伝わってくるのかがイメージしやすい。イヤホンがちょっとデカめなので、その関係で圧迫感から来る、閉塞感はあるんだけど、それも、かなり広めの空間で閉じてる感じがあるな。なので、平面駆動モデルとして、他のモデルよりも、ボーカル帯やそれ以上の帯域が得意、というか、前面に出てくるイヤホン、という立ち位置が、このメロディの立ち位置だ。最近は、平面駆動モデルはマジで外れがなく、その中でどう差別化するのか、というか、差別化しないと、先に発売されているモデルに需要を食われて数が出ない、という、かなりきつい状態になっているんだけど、その中でもしっかりとメロディは他のイヤホンと差別化できているので、今回も、キウイヤーズはちゃんと期待値を上回ってきたな、という印象だ。12mm 平面駆動は良い選択だったぞ。
といったところで今回はここまで、ありがとキミーヤーズ。